Playing in the sand, and you found a little band. You told me you fell in love with it, hadn't gone as I planned. When you had to bid adieu, said you'd never love anew. I wondered if じゃあお名前と、お仕事を軽く聞いてもいいですか？原幸輝です。今は社会人3年目で、新卒で出版社に入社して、ここで1年ぐらいいて、今 PR 会社みたいなところで、そこでなんか編集者とかライターとして企業とか団体の情報発信をなんか支援するみたいな仕事をしていますね。SAC 入って、その SAC クリップっていうウェブメディアサークルに入って、なんか記事とか書き始めたのが、こういう仕事をしたきっかけですね。本当にダメな人ってなんかいるじゃないですか。なんかまあ言っちゃえばその今の日本の政治家とか、本当になんかもう考えてることもダメで、コミュニケーションもダメだなみたいな思いません？政治家？いやなんか考えてることは本当はまともなのかもしれないけど、なんか圧倒的にコミュニケーションというか、まあ何か言葉で伝える、なんか会見もそうですけど、本当にそれであなたの周りの広報の方々は OK 出したんだろうかみたいな喋り方する人とか、そういう補佐的な PR のプロみたいな人がついてる人もいれば、ついてない人もいるだろうし、2つあると思ってて、それに関しては、1つのパターンは自分がある人のなんか喋りとかを見て、こいつダメだなと思ったとしても、その人がすごい支持されている場合、なんでこんなにダメなんだけど支持されてるんだろうって思うことが大事で、つまりそれは自分の知らない、自分が分かんないだけで何か違う伝えるってことをこの人は成功してるからこうなってるんだなっていうふうに考えるのが大事だなって思っていたりする。で、それがまあ一個のパターンで、もう一個のパターンは単に本当になんかそれなりに支持集めてたけど、その発言だけで炎上してなんか退場しちゃう人とかいるじゃん。そういう人を見ると普通にもっとちゃんとすればいいのにっていうふうに思う。いやでもなんか本当にダメだった人のなんか流れっていうと、なんかキャンセルカルチャーとかやっぱ今すごく気になって、100その人が悪い時もあるけど、まあそうとも言えない時の方がどっちかっていうと多い。まあキャンセルカルチャーでキャンセルされた人を見る時に限ってですけど、なんかインターネットと言葉みたいなところもなんか原子さんには聞きたいなと思ってて、データとして入力されたその言葉がインターネット上でのその人の形を作って、そこで語られた言葉とか写真とか動画だけが、その人になってしまって、必ずしも100自分が伝えたいように伝わるとも限らず、何かミスコミュニケーションがあって変に誤解されて弁明の動画を出さなければならない YouTuber とか、いたりもして、でなんかどうすればいいとか、わからないですけれども、答えは出ないことだと思うんですけど、考えたりしますか？すごい考えてますよ。こう有史以来人がこんなに全員が情報発信できるっていうのになったのは、本当にこの10年がなんか人類の歴史でも初めてみたいなことだと思うんですよ。それとなんか社会の仕組みみたいなのは全然追いついてないっていうか、そのなんかみんなが発信能力を手にした時になんか社会がどうなっちゃうのかみたいなことを誰もまだわからないわけですよ。その中でみんながこう発信する快楽、たまになんか誰でもやっぱバズなんか1万リツイートみたいなバズとかはずっとやってれば出せるし、そんな才能が特殊な能力とかなくても出せちゃったりするし、それこそツイッターとかだと有名人とかに誰でもやっぱクソリプを送れるわけですよね。その快楽をどういうふうにコントロールするかっていうのをなんか個人も知らないし、よくわからないし、社会もよくわかってないみたいななんか状態。
そのさっき言った宇野恒弘さんって人が、うんうん。最近遅いインターネットって本出して、ああ、名前も知でってる。その遅いインターネットって本はまさにそういう話、そういう議論をして、発信能力を持ってしまった世界で、みんななんかインターネットが出てきた当初って2000年とかってみんなが発信できるようになった世界っていうのは素晴らしいことなんだっていうふうに言う人の方が多かったわけですよ。で民主主義的に考えても一部の人しか発信できないよりはみんなが発信できた方がいいし、届かなかった声も政治に届けることができるし、でそれこそツイッターとかはそういう民主主義にとってもいいツールだっていうことに2010年ぐらいまではなんかインテリとか知識人とかそういう人の中でもなってたと思うんだけど、でも結局そういうリベラルなというか平等民主主義でみんな平等な世界を多文化主義で差別がなくてそういう世界をインターネットで作るんだっていう風にやってたのがむしろインターネットの力で排外主義とかが台頭するみたいな。発信能力を持ったらみんな頭が良くなると思ってたんだけど、むしろ何も考えずにただなんか出てきた陰謀論とかをなんかリツイートしたりとか、なんかシェアしたりとか、なんか自分の偏見とかをただ垂れ流して人を攻撃するみたいな、そういう方向にばっかりやっぱり SNS が使われて、でなんかその遅いインターネットっていう本は即時的になんか情報を得て、なんか何も考えずに人々がつぶやいて、それでなんか社会が悪くなっていくみたいなのがあって、だからあえて遅いインターネットって言って、つまりインターネットを遅く使うのが大事だみたいな。で脊髄反射的に書くんじゃなくて、ちゃんと考えて書くみたいな、基本的になんかそういうふうに思いますね。発信の力を手に入れたらみんなちゃんとみんなの意見が聞けるようになると思われてたのに、どっちかっていうと発信の快楽の方になんかすり替わってしまったみたいなのが、なんか自分の今やってるプロジェクト通しててもやっぱその手段の目的化がなんとなくテーマになってるかなって思ってて、自分もそのミニマリズムやってれば自分の生活がとか自分自身がもっといい人になれるみたいな思ってたら、結局はミニマリズムがやりたいだけの人になってしまって、なんか自分が残らなくなってしまった、手段の目的化が起こってしまった人もなんか似てるなと思って、なんか今ここでなんかつながったんだなと思いました。でもそういうことだと思います。俺の悩みみたいになっちゃって、やっぱり今の会社に来て、今の会社は割と普通の割と一般的な社会人みたいな人がいて、最近だからコロナでニューノーマルとかいるじゃないですか。はいはい。まずやっぱりなんか俺が SFC に行って、だから小熊県とか言論とかに行った時とかって、やっぱニューノーマルとかなんかアフターコロナとかそういうなんか新しい怪しげな言葉みたいなものはまず疑ってかかるっていうか、っていうのが基本なわけですよ。なんか僕のずっといた世界では、僕もそっちの方が正しいと思ってるし、別に今の人はだから基本的に全員なんか世間がニューノーマルって言い出したらニューノーマルが正しいとみんな思ってるし、そもそもコロナによってこういう風に社会になってること自体についての疑問とかを挟まずに、単にもうなんかアフターコロナになったのでそこに対応したビジネスをしましょうみたいなこととかを、なんか前向きに喋るみたいな人々がいて、私も多分そういうのに疑ってかからないタイプだったんです。だからコスパみたいな、あとハッシュタグ丁寧な暮らしとか、ハッシュタグ身の丈に合った暮らしとか、そういうキャッチーでなんかアイコニックな言葉に簡単に多分載せられる人だったんですね。そう言葉を一旦疑ってかかるっていう上でアドバイスとかありますか？なんだそれまずだからコスパとか考えたら人生自体がそもそもコスパが悪いんだっていうのが僕のこのテーゼというか前提からいくと、言葉とかもだから
基本的には全部コスパが悪いっていうか、作家みたいな人もで言葉が溢れてる人も多分コスパがいいからやってるわけじゃなくて、なんかそうしないと生きていけないからやってて、まあなんかコスパとか言葉とコスパとかはあんま考えなくてもいいんじゃないかなみたいな。そもそも気にすることはできない。なんか本当の意味で気にすることはできないってことですよね。なんかその対人に対しての言葉とかはなんか多分そうやってできるなって思ったんですけど、コスパとか時短とか男受けとか丁寧な暮らしとか、まあ、いわゆるマーケティングワードとかバズワードとか、そこをどう評価したり疑ってかかるといいかしらっていうところはどうですか？でもだから生理的にというか瞬間的にそういう言葉を見たときにこれはうさんくさいなって思うかどうかっていうことで僕は判断するけど、その言葉を使っている人たちがなんか考えてその言葉を使ってるかってことを考えると分かるみたいな。なんかニューノーマルとか言ってれば OK って思って使ってるのか、もちろん多分ニューノーマルとかも最初に言い始めた人は価値があると思って言ってることが言ってると思うし、いいんだけど、それがなんかそれこそ言葉が一人歩きし始めるときにはその目的、ニューノーマルという言葉の目的がなくなって自己目的化して、その言葉がいいように人々に使われていくみたいな、あって、でそういうふうにいいように使われていくようになったときに、それはなんか基本的にはなんかただの記号っていうかファッションみたいなものになるので、そういう言葉には気をつけた方がいい。自分の頭で納得して考えて使ってない言葉、最近だったらコロナの前って SDGs が結構そういう言葉で、SDGs ってめっちゃだから SDGs 自体は僕もいいと思ってるんだけど、でもなんかビジネスとかでも SDGs って言っとけばなんかいい感じみたいな、もうなってたわけで、誰とかも典型的になんか世間が SDGs OK ってなったから、とにかくビジネスでも我々 SDGs を大事にしてますって言えば OK になるみたいな。なるほど。いや、めっちゃ思い当たる節ありますね。サスティナブルとか。そう。なんか言葉について本当にそのエモい、やばいっていう言葉のコスパの良さっていう面でしか正直考えてなかったんですけど、なんかどっちかっていうとなんだろう、一人歩きの力というか、なんかそこの影響力とか、なんかそっちの方がなんかたくさん考えたいことだったなってなんか気づきました。なんかその言葉自体にどれだけたくさん意味を込められるかとか、その言葉がいかに汎用性があるかというよりは、その言葉に実際自分もどれだけ影響を受けてるかとか、そっちですね。なんか考えるべきな。俺も群馬県で卒論書いて、俺の研究って建設研究でなんか IoT とユビキタスっていう言葉があって、IoT って結構、今も使われてはいるけど、数年前ぐらいに IoT って結構IT 系のバズワードであって、それに興味持って、なんでみんなが IoT ってみんな言ってるけど、なんかその言葉に実態はあるのだろうかっていうのを結構疑問に思って、IoT って言葉によってみんなが何を語ってるかみたいなことを卒論にしたの。でそれと IoT とほぼ同じような意味で使われてた言葉として、その10年前はユビキタス社会みたいに言ってたから、ユビキタスって言葉の言説研究と IoT って言葉の言説をなんか比較して、それでなんかそれぞれみんなが IoT とかユビキタスっていう言葉にどういう幻想とか、なんでそういう言葉をみんな使って、どういう意味付けをして、どういう幻想をその箱の中に入れてきたかみたいなの研究をしたわけで、そう考えると僕はなんか元からその
何かバズワードみたいなものがとかあって、みんながその言葉を使ってるときに、基本的に言葉っていうのは何かのなんか人々の願望とかの入れ物だと思ってるから、その言葉その言葉という箱にみんながどういう願望を、みんなというよりはもうちょっと社会全体のなんか無意識というか、社会全体のなんとなくの欲望みたいなものが入ることもあるだろうし、どういう欲望が入っていくのだろうかみたいな観点で結構考えるんですよね。という割と原点というか、そういうものをもともとそうだったなと思い出した。最後にそので思い出したのが、これ最近読んでないけど、でも結構ずっと女性ファッション誌読むの好きで、はいはいはい。マリナ。女性ファッション、マリナとしてね。で女性誌見たら結構やっぱ感動して、いかにこの、まあそうだね、バズワードを作るかを競い合ってる。それのなんか一番熾烈なジャンルというか、これだから一周してそう感動するっていうか、あんなに人々っていうか、編集者の人とかがこんなに言葉を頑張って紡いで女の子に夢を与えるのか分かんないけど、してるんだっていうの、IoT とか、今のトレンドはこれですよっていうことをやって、それをもとになんかビジネスマンがなんか会話して、実際に多分そういうのでなんか今 IoT がすごいらしいとか言って、なんかよく分かってないなんか会社の偉い人とかがなんか IoT 分野に投資をしますとか言って、言葉によるなんか共同幻想によってなんか経済を回していくパワーみたいなものをすごい、言葉をバズワードみたいにした時にはそういうもちろんそういう意味では疑ってかかるべき言葉になるんだけど、みんなが騙され分かってないで、なんか企業の偉い人が SDGs って分かってないで言ってても、それはいいことっていうか、分かってない人にもそういうことを分からせたっていうか、伝えられたという意味で SDGs は成功したと言えるのかなみたいに思ったりして、それが言葉のなんか、まあ悪い面でもあり、まあいい面でもあるっていうか、社会を良くする風にもなる。